今回の動画では日本語学習者の方から質問というよりはこれまた文句を言われるような日本語のカタカナ語について少しご説明したいと思います。まずは基本、日本語のカタカナ語は日本語だと考えてください。というのも日本語学習者の皆さんがカタカナ語が難しいと感じるのはカタカナ語が英語か何かだと思ってそこから意味を考えてしまう、そんなとこが難しいと感じさせているようです。漢字の動画のところでも説明したのと同じように、このカタカナ語も日本の人たちは日本語の単語としてそのまま意味を覚えて使っています。ですので日本語学習者の皆さんも同じように覚えるようにしてください。私が指導する際もですね、日本語の検定試験とかの対策の時にはカタカナ語をプリントにしてそのままの言葉として覚えるように指導しています。皆さんもぜひ参考にしてください。ちなみにこのカタカナ語ですが、全てが英語から借用したというわけではないんですね。実は英語以外さまざまな言葉からカタカナ語が生まれています。このカタカナ語を外来語っていうんですが、外国から来た言葉なんていうとずっと昔に遡ればですね、古い中国語とか韓国語から日本に入ってきた言葉なんてのもあるんですね。そして、外来語としてカタカナ語というのはですね、だいたい16世紀以降日本にどんどん入ってくるようになったんですね。最初に日本に来た欧米人はポルトガル人だと言われています。日本の小中学生とか高校生が日本の歴史で勉強するんですけれども、ポルトガル人が日本の鹿児島県の種子島というところに流れ着いてですね、こんなのをですね、日本に伝えた、これマスケット銃ですけれども、こんなのを日本に伝えたのが最初だなんて言われてるんですね。でその後ですね、イエズス会、ローマカトリックの宣教師のフランシスコ・ザビエルという、この方はスペイン人なんですけれども、この方が日本にやってきて、でその後ポルトガルとスペインと貿易を行うようになるんですね。その際にですね、ポルトガル語やスペイン語から日本に外来語としてカタカナ語が入ってきます。でその後ですね、オランダ人とかイギリス人とかと関わって、でさらに江戸時代後半の方になってくるとロシア人とも関わったりしてきて、でその都度さまざまな外来語がその国の言葉から日本に入ってくるようになるんですね。ですので全てカタカナ語が英語というわけではありません。ただ戦後ですね、英語からカタカナ語がたくさん生まれたなんていうのも事実で、大体ですね、これ日本人もそうなんですけれども、カタカナ語が英語だなんて考えたりすると、そのカタカナ語が外国人に通じるんじゃないかなんて勘違いしてしまうけど、実際よくよく考えてみるとそんな英語は存在しなくて、むしろですね、日本人が英語の言葉を組み合わせて勝手に作った和製英語なんていうカタカナ語もあるくらいでして、このカタカナ語はもう日本語の一部だっていうふうに考えるようにしましょう。ですのでぜひですね、皆さんもカタカナ語をまるまる日本語として覚えていくようにしてください。